みんな元気ですか？コッヒーです。小比類巻かほどのラジオ第10回目の配信です。この番組は1曲をピックアップして今私の中でアップデートされていることをお話しさせていただく YouTube ミュージックのポッドキャスト向けラジオです。約10分間お付き合いください。コッヒーレディオ、今回も先日この世を去った偉大なる音楽家クインシー・ジョーンズを偲んで Thank you と題しまして思い出の会話を綴ってみたいと思います。まずは皆さんからのメッセージをご紹介いたします。たえこさんから、前回のコッヒーのラジオクインシー・ジョーンズからの言葉、思い出の会話、どれもすごくて貴重で素敵なお話をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。コッヒーが差し出されたアルバムにクインシーがたくさん書いてくださったサインにも愛があふれてますね。バックオンザブロック発売記念パーティーにもきっとすごいメンバーが集まられたのでしょうね。どんなお話を聞かせていただけるのかとても楽しみです。さつきさんからもいただいております。コッヒーレディオ、すごい逸話と貴重なお写真でしたね。サインもメッセージがたくさん、本当愛にあふれてましたね。コッヒーのアルバムリマスターコンピレーションイングリッシュ CD の Tomorrow も We Are the World に通じる名曲の一つだと思います。歌詞がとっても良くて、コッヒーの優しく包み込んでくれるような声で聞くとますます心が洗われます。以前テレビでご共演された際にコッヒー作詞作曲のアスファルトの帰り道を歌われたのですね。Q様のアルバムバックオンザブロックライナーノーツの最後にあるメッセージの言葉がアスファルトの帰り道と世界観がシンクロしている気がします。きっと Q様も同じスピリッツ、シンパシーをお感じになられたのではと想像しています。パーティーのお話も興味津々です。 Thank you too 楽しみにしています。ありがとうございます。バックオンザブロックリリースパーティーは盛大に行われて、来賓には真田広之様、松任谷夫妻様など著名人がたくさんいらっしゃり、アメリカ大使や財界からも参加されておりました。座る席は決まっていないパーティーでしたので、私はといえば来賓お一人お一人に握手とご挨拶をし終わると一番目立たない奥の場所でちょこっと着席すると、大勢のカメラクルーとたくさんのライトに照らされたクインシー・ジョーンズ様が会場に入り、フォトセッションとインタビューが始まると思ったらいきなり Hey コッヒーと探し出してハグしてくれたのです。その時のニュース写真がこちらです。もう天にも昇る気持ちでした。嬉しかった。その時大勢の和太鼓の演奏者たちがオープニングを務め、その迫力の音量に Q 様も見入っておりましたので会話すらできない状態でしたが、日本のソウルミュージックを BGM に会場は躍動感に包まれたのでした。パーティーではなぜか終始私がクインシー・ジョーンズ様の横にいて、スケジュールの都合で会場に来られなかったサイーデ・ギャレットの代わりを務めさせていただいたのでした。ここで Q 様とテレビでご一緒させていただいた時に歌った曲をしばしお聴きください。小比類巻かほるでアスファルトの帰り道。砂利道で転んだ泣きながら夕暮れに、あなたは小さな私の手を引いてて、かすれた歌が空き地に響く帰り道、そっと撫でてくれたその手が悲しい今優しさを忘れてしまう日々に、もう一度あのメロディー聴けたら One way 伝えたいさ
小比類巻薫でアスファルトの帰り道をお聞きいただいております。なるさんからのメッセージ。クインシー・ジョーンズ自叙伝を読み返しておりました。その中に Q 様の偉大さを物語るこんな一節がありました。私は常に私を信頼してくれた人々を決して失望させまいと全力を尽くした。この分野には必然的に苦難がついて回ることだろう。だが苦しみに呪縛されてはならないし、苦しみを他人に転嫁してはならない。人はその経験から何かを学び成長するものだ。心の痛みを歌に託し、巧妙によって暗闇を一掃するのだ。たとえグラミー賞をはじめとする数々の栄誉に輝いたとしても、自分自身の仕事、愛、高潔さの重要性こそが常に最も価値のあるものなのだ。まさにコッヒーさんの歌や言葉の隅々にその偉大な Q 様のご意志が受け継がれているように思いました。ポエトリーで12個の音の話をされていて、Q 様が昔女性として初めてニューヨークフィルハーモニックを指揮されたフランスのナディア・ブランジェという女性に師事して勉強されていた時の言葉だと分かりました。ありがとうございます。ナディア・ブランジェ様の言葉もすごく染みますね。ある日本人ピアニストの方に伝えた言葉も素晴らしいです。あなたの生まれ育った日本の音楽、邦楽は単旋律の作品が多い。西洋音楽のポリフォニーの縦の響きと複声の横の流れを同時に聞き分ける耳を育てるために和音とソルフュージュをさらに勉強しなさい。縦の響き、横の流れ、これこそ音を編むですね。最後にポエトリーを。クインシー・ジョーンズ90歳のバースデーメッセージです。毎年が本当に贈り物です。90歳まで生きられるなんて夢にまで見た日ですが、本当に実現するとは思ってもいなかった。だからついにこの数字に実際に会えたことに、言えることは、神様ありがとう。私はここにいてプレイします。よろそここ。スリラー40周年記念おめでとう。他のみんなと同じように私はいつもナンバーワンのレコードを作るためにスタジオに入りますが、レコードが大ヒットすると分かっていたという人は嘘をついています。オフ・ザ・ウォールはかなり高いハードルを設定しましたが、その次のスリラーには私たちの誰も準備ができていなかったと思います。私はいつも神が入ってくるスペースを残しておく必要があると言いますが、本当に神は現れました。スリラーは人々に鳥肌を立たせています。このアルバム制作に関わったすべての人々、そして40年経った今でも私たちが作った音楽でロックし続けてくれた皆さんを私は永遠に大切にします。クインシー・デライト・ジョーンズ。いかがでしたか？小比類巻薫のラジオ。次回は六本木にあったスタジオやブックショップのお話をさせていただく予定です。それではまた。コッヒーでした。See ya!